こんにちは、チルペリです。今日もまたブクブク海底の町に来てるんですが、ご覧の通り今回は海底ではなく陸に上がっての建築になります。最近のイベントで出た砂風呂ベッドを使って地元鹿児島県の砂蒸し温泉の町指宿をリクリエイトしようと思います。ブクブク海底には何個か島ができてると思うんだけど、今回はねポケセンからほとんど北にまっすぐ行ったこの島に作っていこうと思います。めちゃくちゃシンプル建築なんだけど、めっちゃ映えるコスパのいいエリアができたと思うので、最後までぜひ見ていってください。今回ね、なんでこの島を選んだかっていうと、こういう風にね作ってくださいって言わんばかりに一段下がった浅瀬の部分がすごく広くって一番建築しやすかったんだよね。まあまあ広がったところで本日の主役のこの砂風呂ベッド指宿の海岸にはよく見る光景なんだけど、傘がチュルンって出てくるのが可愛いよね。でちょっと上がったところ、この辺ちゃんとお掃除して整地に備えていきます。指宿で一番印象に残ってるのは、私も何回か行ったことのある白水館っていうホテルなんだけど、外のね砂蒸し風呂も有名だけど、中の元禄風呂っていうすんごく広いお風呂の空間があるんだけど、中が本当にね千と千尋の神隠しの湯屋みたいな感じなんだよね。東屋とか大きい橋とかもあってすごい迫力だったのは覚えてるな。成長これね今2段目落ちた。結構平らにしていくんだけど、これ3段目だね。もう一段行くべきか。こういう風に転んで削るときって結構コツがいるんだよね。もし真似してくれる人がいたらみんなも気をつけてね。でどうしても背景に映ってしまうこの進撃の丸ごかしたお家を解体していく。でもさ、こんな風に家が真っ二つに割れて半分だけ沈んでいくってすんごい恐ろしいだろうね。でここはこんな感じで OK。 温泉の部分だけもう一段掘っていく。洪水が起きないように間はしっかり詰めていく。白水館の温泉はもうちょっと大きかったかな。ここでね東屋を作ろうとしてんだけど、柱はねもうシンプルにする。シンプルな建築にしていこうと思う。柱だけ立ててどういう風に全体的に見えるか確認していく。でこの辺に洗い場、一段上げてちょっと休憩できるとこにするか。真下からしか見えないって後から気づくんだけど、ここはねあえて丸太にしてみた。でこの新しい屋根なんだけど、内側が真っ赤で可愛いよね。でもねレシピがないから夢島に取りに行ったんだけど、今回なぜかオリエンタルの塔がなくってね、マリンの家具しかない塔があったんだよ。いやめっちゃ可愛いんだけど、今日はこのオリエンタルな屋根が欲しかったんだよな。だから後からブクブク海底からちょっと拝借してくることになる。もうすでに私が表現したかった指宿要素の半分できたと思う。ところでね、指宿の砂蒸し風呂は普通の温泉のね 3,4 倍の血行促進やデトックス効果があって、で10分ぐらい入るだけでもね全身からほんと大量の汗が噴き出してた。神経痛とかリウマチとか、あとは冷え性の改善にもいいんだって。地下をね80とか90ぐらい近い本当に熱い温泉水が流れてるんだって。多分大分とかほどじゃないけど、鹿児島もね結構温泉多いんだよね、スポット。よく考えたらうちのおばのねお風呂も温泉出てくるわうちは出てきてなかったけど、この作業が地味に好きなんだよな。おっちょこポケモンたちのために階段もつけておきます。石もつけると温泉感が増すよね。今回もねキラキラとかピカピカしてるデコレーションたくさん入れたいんだけど、あえてデコレーションはミニマムでシンプルにしていきたい。で今こんな感じ。私の記憶ではね
砂蒸しから出た後に着物をほんと汗びっしょりだから脱いで、砂をきれいに落としてそのままお風呂にも入れるエリアがあったと思うんだよね。ちょっと砂風呂の位置間違えたな。ここもたくさんポケモンたちが来て使ってくれたらいいな。もうここ一面芝生取って全部石にするか。みんなもそうかもしれないけど、最近ほんと散らかすポケモンたちのおかげで石すんごい有り余ってるからちょうどよかった。もう土地の形はあえてこのままでいいかな。なんか自然な感じだよね。橋かけたいんだけどな。ここもうちょっと広くするか。温泉の上を渡るみたいな。確かに下に何もなかったら歩いていけばいいよな。橋なしで。自然な拡張、自然なシルエット。橋もさ、3マスか4マス幅にしたら結構広くても埋まるよね、きっと。こんな感じかな。結構広くなったと思うな。我がパサパサ秘密の花園に来ております。今回はひたすらアジサイ。本当はね、青が欲しいんだけどね、あんまりないからコピーしてきます。で、他はね、適当にアジサイ以外は白系の花、それでこの四角い植木だね。ドブル先生、またお願いします。ドブル先生はね、一番偉いポケモンかもしれないな。何個にしようかな。高っ。まあまあしゃあない。いいよ、夢島でまたポケメタル集めてくるから。戻ってきたんで再開しようかな。見て、かわいい。ほんといつも引っ張り回してごめんね。多分こんなんはねついてなかったんだけど、この木のさ、縁つけるとヒノキっぽく見えないかな。一番楽しいデコレーションの時間です。岩とアジサイ合うなあ。白水館でね、もう一つ言い忘れたことがあったんだけど、白水館のプールね、カーダシアン家の裏庭みたいなんだよ。カーダシアン一家っていうのはね、こっちで結構有名なんだけど、リアリティショーで有名になったすごいリッチな家族なんだけどさ、多分日本でもフルにあるのかな。私は留学する1年前ぐらいからその番組を見始めて英語を勉強しました。でね、私が言うのもなんだけど、本当染まるもんなんだなと思う。英語での語彙力もそこそこなのに、喋り方ほんと腹立つ喋り方してたと思うな。そう、興味のある人はカーダシアン一家ぜひ見てみてください。最近のねシーズンよりはシーズン123って最初の方がめちゃくちゃ面白い。そう、その番組がね、パワフルな姉妹で構成されてるんだけど、その人たちの今住んでるお家とかね、もうすごいレベルで、その有名なハリウッドスターの裏庭にあるようなプールが鹿児島にあるんですよ。まあもちろんこちらは施設なんだけどね。ちょっと何回も行ったり来たりさせるのかわいそうだから、ドーブル先生に引っ越してきてもらおう。ちょっと嫌だよな。今だけだからね、ごめん。苔感出すのもいいね。あ、指宿といえばね、もう一つね、面白い観光スポットがあって、海が引いてる時だけ道ができて行ける島があるんだよね。チリンガ島っていう島みたいなんだけど、指宿砂の道っていうパワースポットみたい。もし指宿に行くことがあったらぜひ行ってみてください。このクリエイトしてる島の唯一の難点っていうのが、中心のポケセンとか自分家があるエリアからちょっと離れてるから、私もここに引っ越した。なんとなく温泉街は針葉樹かなと思ったけど、もう夢島行ってたわ。ちょっとパサパサ荒野から拝借していきます。また生やして返します。
バランス的に他にどこに木植えたらいいかな。もしおじちゃんポケモンがいたらこういうところで涼んでるかもしれない。いろんなところに休憩できるところ。もう2段目思い切って全部苔にしようかな。ちょっと先生ごめんね。はあ、もうこれいつ終わるんだろうって思ってるだろうな。やっと橋に取り掛かります。階段もまた新しいアイテムです。この橋には手すりをつけようかなって悩んでた。この洗い場の柵もたくさん作ってきたから埋めていきます。足りん。とりあえず洗い場の屋根先につけますね。橋に戻ってやっぱり4マス分にして手すりもつけました。ドーブル先生の仮住まいの横にもアジサイ。洗い場の屋根どうしようかな。ちょっと見えやすいように細めの柱で、迷った挙句今回はねメイチャンネルさんの技法をちょっとお借りしてます。ほんと YouTube って才能が溢れ返ってるよね。なんかね、水の中にこの新しいライトを置こうとしたら消えるんだよな。まあ浮いてて可愛いから浮かせるけど、ここにも置いとく。電気通さなくていいのがありがたい。こういう風に一段浮かせるって私だったら考えつかないな。やっぱもっと砂風呂手前にあった方がいいな。ドーブル先生の休憩のために浮き輪も置いたよ。なんかここのね、いろんな緑が混じってるところがめちゃくちゃ可愛い。結構シンプルにまとめてるよね。あんまりいつもほどデコレーションは置いてない。でもやっぱりちょっと足しちゃう。これ海の水じゃないとブクブクならないんだね。流木もあっていい範囲だな。デコレーションもそんなにないし、今回の建築本当にねシンプルめだと思う。マラケシュに比べたらね、ほんと短時間でサクッとできたと思います。これね、いろんな場所の収納ボックスからオリエンタルな屋根探してた時、推しに会いました。今日もこれかわいいな。しかも金くれるんだよ。推しは最高。砂浜が寂しいから石畳を広げる。いずれ動かさないといけなかった収納箱。はい、今回も完成しました。今回地元の鹿児島の街をシンプルだけどめちゃくちゃ可愛いクレートで作れたと思うので、自分でも満足できました。もしよかったと思ったら高評価、登録、コメントとよろしくお願いします。またね、この後完成ムービー作っておいたので、最後までぜひごゆっくりご覧ください。